世界的に大麻は人の病を根本から治療する治療薬としての解禁の方向に向かっていますが、日本ではまだまだ偏見が強く、世界的な解禁の流れとは逆方向に向かっています。ビッグラブリオです。このチャンネルでは大麻やサイケデリックスなどのメディスンを通じてストレス社会で生きる苦しい現代人の心、魂を解放していきましょうよ。もっと幸せに豊かな人生を送りましょうよっていうコンセプトでお送りしています。あらかじめ言っておくと、日本国内で違法なものを推奨するチャンネルではございません。ということで今私はタイにいるんですけども、タイで明日グレートギャザリングっていうフェスに出演するために来てます。ライブ出演です。これはもう800人規模のサイケデリックとスピリチュアルが統合された、もうこの世の楽園、超濃いエネルギーが世界中から800人集まってくるっていう、地球上に別の惑星が出来上がっちゃうみたいなね、美しいフェスティバルに呼んでもらえたすごく光栄なんですけども、メインステージでバコーンとライブかましてくるので、その模様はまた後日別の動画にしようと思います。で、今回は HHCH の危険性っていうことで、結構また強めなサムネイルで撮ってるんですけども、皆さんこんなニュース知ってますかね？大麻グミで救急搬送。大麻グミって何だったかって言われたらば、HHCH のグミで、何人かがですね、イベントで救急搬送されてしまった。食べて体調が悪くなってしまったっていうニュースを受けて、これはなんか俺の方でみんなに伝えられることがあるなと思って撮ってます。最初に見解を伝えておくと、HHCH っていうのはものすごく強い成分なんだなっていうこと。これまでも何度もいろんな人から HHCH の動画撮ってくださいって言われて、リクエスト来てたのにやんなかった理由は、俺一回案件で HHC のエディブルをいただいて、で、それを1個食べたらば、もう48時間効きすぎちゃって、その時はこの落ち着いた環境で、すごく親しい友達と一緒にいられたから、めちゃくちゃ効きすぎちゃったで済んだんですけど、これ例えば次の日会社ある人とか、もしくは一人で人混みにいる時食べちゃったら、もう錯乱してゲロゲロ吐いて大変なことになっちゃうなと思って、で、安易に俺はそれを動画で出しちゃうと、真似する人が出たら怖いなと思ってこれまで HHCH の発信はしなかったんですけども、改めて自分のその失敗談を含めて伝えていくことが、何か大麻の明るい未来につながっていけたらなっていうふうに思って、そんな思いで今日はこの発信をしてます。皆さんはアサーティブっていう言葉ご存知ですかね？アサーティブってのはよくカウンセラーの方々が使う言葉なんですけども、相手を傷つけることなく自分の意見を主張するっていう意味です。だから本当に俺はまず誰も攻撃したくないんです。誰も攻撃したくないけど、このシャーマンリオチャンネルとっても影響力があって、こうやって発信することで誰かの役に立てるんじゃないかっていう思いがあるので、なるべくアサーティブに自分の意見を伝えていこうと思います。で、本当にこれは最初にちゃんと伝えておきたいんですけど、俺が望んでるのは平和です。大麻が解禁されて、大麻が解禁されるだけじゃなくて、大麻とかメディスンがもっと偏見がなくなって、現代人が、特に現代日本人がもっと人間らしく、お金とか名誉とか、その地位とかステータスじゃなくて、自分の幸せをちゃんと追求して、豊かな人生を送る権利っていうところにつなげていきたいんですね。だからこの動画で俺はその HHCH を売ってる業者さんを否定するつもりは一切ないし、救急搬送されてしまった人たちを責めるつもりも一切ありません。誰にでもそういう失敗はあります。俺も失敗はあります。ニュースではね、かつての危険ドラッグと同じような成分って言われちゃってるんですけど、俺はその脱法ハーブの時に、脱法ハーブ全盛期の時に大学生でめちゃくちゃやばい脱法ハーブも経験してんですね。吸った瞬間に大錯乱するような、もうそれこそ文字通り危険なドラッグだったなっていう風に、脱法ハーブに関しては思うんですよ。特に3世代4世代以降、最初の頃はもうちょっとマイルドなものが出てたんですけど、やっぱ規制されて化学式が変わっていくにつれてどんどん変なものになっていったっていう経験があって、現状のところ HHCH やってみた感覚としてはめちゃくちゃ強力でケミカルな効き方をする THC 的な、あくまで俺の個人的な感想ですよ。だから、あの時の吸ったら錯乱するものと比べたら全然マシかなと思う反面、やっぱりどんどん規制されて新しい物質が出て、規制されて新しい物質が出てっていう、このいたちごっこの先は、あまりいい未来のビジョンは見えないかなっていうのも正直な感想です。で、ここにあるのは
大麻クッキーです、これ。こういう大麻クッキーなんですけども、これ、ここを見るとね、これ THC40mg 入ってるんですけど、ここに英語で何か書いてあるわけですね。fucking strong cookies。fucking strong cookie。鬼クソ強烈なクッキーですよってここに書いてあるわけですね。で、これを買った時の大麻ショップの店員の女の子と大麻クッキーのエディブルについてこんな話をしたんで、ちょっとそれを見てみてください。Also, edible is very dangerous. Like eating, it's so strong. Yeah, for edible, I don't really like it because you take it directly, and then sometimes your body, like, so I end up throw up a lot when I have some edible. Yeah. Yeah. It just starts from like water. Yes. Little by little. Yeah. I just tried the cookies here, just a quarter of it, and then I feel bad. Even quarter is strong. Yeah, for me it's strong. That's good information. Actually, I'm a very easy to get high. So maybe if it's too much for you, maybe it's same as me. Yeah. Maybe I should start a little piece of it. Yeah. My friend bought the cookie from us, like from this shop, and she had just a quarter before she going out, and she ended up like throw up. Outside. Yes. Oh. Yeah, in That's the mall. dangerous. Wow. Yeah, that's Must be dangerous so and embarrassed. Yeah. Yeah. Oh my god. Yeah, it's like crazy I because don't know how of, to make it happen. はい、この女の子の友達はこのクッキーの4分の1を食べて、皆さんもう一回言いますよ。このクッキーの4分の1を食べて、で、外に出てショッピングモールでもうゲロゲロ吐きが止まんなくなって大変なことになっちゃったって言ってるんですね。で、俺やっぱこの売り方は結構誤解を招きやすいっていうか、もっと安全性が高い売り方ってあるなと思うんですよ。だってクッキー1個あったらみんな食うじゃん。クッキー4分の1だけ食べるっていう習慣がないから、なんとなく買ってなんとなく知らない人がパクっていっちゃう可能性はあるんですよ。4分の1でそんだけ強烈な効き方をするクッキー。これ1個食べたらどうなっちゃいますか？以前ね、成分は違うんですけど、THCA という合法カンナビノイドで、それをめちゃくちゃ少量食べて、もちろん1個なんて当然俺効きやすいんで食えないんですよ。少量用心して少量食べたのにめっちゃ強く効いたっていう動画過去に出してるんで、それも合わせて見てもらえたらなって思うんですけど、俺のもっといい売り方っていうのは、ここになんか取扱説明書をつけることとか、例えばこれは1枚食べちゃダメですよとか、ファッキンストロングクッキーだけどちょっと情報不十分かな、めちゃくちゃ強いですよっていう風に言ってて、で聞きやすい人とか敏感な人とかは、俺ね、これ今日実はこれそう言い忘れてたけど食べてんですよ。食べてて、で、めっちゃ今いい状態です。で、どんくらいの量食べたかっていうと、こんくらい。ね、こんだけクッキーがあって、こんくらい。だからこれどんくらいだ？ほんのちょっと4分の1も食べてないですよね。これ8分の1ぐらい食べて、で、いい感じに今マイルドハイで、この後ろすごくね、今、チェンマイのいい景色がね、広がってて、とってもグッドバイブスな感じなんですけど、正直その HHCH ってのは合成のもんで、データ、研究されてきたデータがないから、安全性についてはよくわからないんですけど、ただ HHCH を THC と同じような作用をもたらすものとして定義したときに、わかんないですよ、本当は。ただ、俺がやってみた感想だと、めちゃくちゃ強い THC、強烈な THC っていう感想があって、本当にその救急搬送されたからといって、HHCH がめちゃくちゃ危険ですとは限らないと思うんですよ。もちろんこれに関して言うとね、もっと親切な売り方があるんじゃないかなっていうふうに思うし、例えば俺みたいにこれを少量食べたらば、いい感じにリラックスできて、で、俺は ADHD だったり、過去うつ病だった経験だったり、幼少期のトラウマだとかね、結構いろいろ苦しい時期を経験して今を得てるんですけど、本当にストレスの緩和にめちゃくちゃ効くんですね。大麻を少量食べて自分を癒すってのは、吸うのはバンってすぐ効く代わりにやっぱ抜けるのも早くて、で、胃から摂取すると、効いてくるのが遅い代わりに長く作用するっていう。だからその分ヒーリング作用も高くなる。ヒーリング作用も高くなるってことはやっぱ効きが強くなってるっていうこと。プラス、効くまでに時間がかかるっていうこと。この2つを十分に注意しなきゃいけない。大事なことなので2回言います。エディブルは効くまでにとっても時間がかかります。すぐには効きません。30分とか1時間とか、人によっては2時間後、3時間後に効いてくる人もいます。ってとこと、あとタイムよりも強い効き方をしますっていう。長く続きます。
この2点は改めて今このタイミングで言わなきゃいけないなっていうふうに思いました。で、改めてこういう動画を撮ってる背景には、タイに出てきて、やっぱ改めて日本を外側から見てるわけですね。タイに来て、外側から今の日本を観察して、これはっきり言っちゃいます。日本マジで病んでます。マジで締め付けが苦しいところでみんな頑張ってる。よく現代社会を生き抜いてる。苦しい。本当にストレスフルだよね。なんかお互いに監視し合ってるような風潮もあるし、もうここタイでは本当にみんながリラックスしてて誰も何も気にしてないし、適当なんですね。適当な問題もデメリットもありますよ。電車めっちゃ遅れたりとか、いろんなことルーズすぎちゃったりとか。日本人は真面目なことによるメリットも、電車が正確に来たりね、システマチックに正確に物事が動くのは日本のメリットではあるけれども、それってでも社会を滑らかに動かしていくための、要はシステムのための言葉なんですね。効率性ってのは自分の幸せのための言葉じゃない。時短とかね、あれはハートじゃなくて、自分の心とか魂じゃなくて、外側のことを優先するときに使われている言葉で、効率性っていうドライブで生き続けてると、気がつくとここが置き去りになってるんです。気がつくとあれうつ病がいっぱい増えてるぞっていう今の社会の構造があると思ってて、で、そういうこの効率性バーって外側ばっかり見ちゃう今の日本の雰囲気、今の日本のネガティブな側面に大麻、これ本当にすごく特効薬です。なぜかというと大麻吸うとリラックスするんです。バーって外側に普段の脳みそでお金とか人の目とか常識とか時間とかそういうとこばっかりに行きがちな普段の思考と比べて大麻比べたらもう明らかに自分の内側に返ってこれる自分の心、幸せ、豊かさ、何かを得ないと幸せになれないと現代日本人は思い込みすぎてて、すでにここにある豊かさになかなか気づけない。例えば服が今こうやって着れることも感謝だし、こうやってね目の前にカメラがあることも感謝だし、こうやってタイに来れて健康な体があって水道を出せば水が飲めることも感謝できることなのに、ついつい足し算の成功を求めたがる。引き算の幸せが人生を豊かにする秘訣。正元さんっていうね画家の方がすごい素敵な YouTube の動画を出してて、縄文の教えを行き着いてる文殊村っていうアフリカの人たちの話をしてるんですけども、文殊村の人たちがすごく大事にしていることは、どれだけ日常に小さな幸せを見つけていけるか、それが幸福の鍵だって言ってて、俺現代日本人これが結構課題なんじゃないかと。今この瞬間どれだけ自分が幸せだってことに気づけるか、そのためについつい外側ばっかり見てしまう現代日本人の心のストレスを緩めてくれるのが大麻だっていうふうに思ってるんで、俺はだからこうなったらいいなって思う世界はやっぱ平和。俺は平和が好きってだけです。もうこれは趣味の問題。俺は平和が好き、愛が好き、あったかくて気持ちいいから。でそれで何が悪いのって、平和でいいじゃん、ピースでいいじゃん、ラブでいいじゃんって俺思うんですよ。趣味なんですけど、これはあくまで。なので HHCH みたいなものがもちろん一つの側面では正しく使うことによって、大麻って悪いものじゃないんだなっていう日本人の偏見をほどいてくれるものとしても作用するし、でもやっぱり使い方を間違えると、やっぱ大麻って怖いじゃん、やっぱダメだわ大麻っていう風になっちゃう。この両方の可能性を持ってるのが HHCH ですよってことを主張したいです。とにかく俺が最後に言いたいのは、俺は愛がある世界が好きです。平和が好きです。争いがなくて今よりもっともっと幸せな日本になることを望んでいますってことを伝えて終わりにしたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。最後にね、ビッグラブをお送りして画面の向こう側の皆さんの幸せ、現代日本人の魂がもっともっと緩んで、うつ病とかトラウマとかありとあらゆる心の悩みがもっともっと解消されて、みんなが笑顔で楽しく過ごせる豊かな社会になれば、経済だってもっともっと上向きになるし、世の中が抱えているいろんな問題を解決できると思います。だからまずは一人一人が幸せになるっていうところを目指して、はい、俺自身も自分のことをいっぱい幸せにしたいし、これを見てくれる皆さんの日常が幸せであったらいいなーなんていうバイブスを込めてこの動画を撮ってます。では送ります。ビッグラブ、画面の向こう側にタイからビッグラブを、タイのこのエネルギーをお送りして終わります。シュワン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 。
はい、伝わりましたでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。